こんばんは、ボスケです。今回はね、Amazon で安い双眼鏡、これをね、ちょっとね、開拓してみようと思います。よろしくお願いします。開拓っていうのはね、やっぱりね、安くていい双眼鏡ってね、やっぱいいですよね。安いに越したことがないので。今回はね、ちょっと中古市場でも結構名前を聞く IB という双眼鏡を購入してみました。それではこれを開封します。ミュージックスタート。はい、これがね、先ほどね IB って言っちゃいましたけどね、よく見たらねアイブレって書いてあります。なんて読むんでしょうかね。いつも私ね、この手のメーカーの名前をね、よくわからんでいるんですよ。で、この双眼鏡はね、まずね、箱が綺麗ですね。この手の双眼鏡、箱が汚いことがね、結構あるんですけれどね、これは綺麗な箱に収められていました。で、例のごとくね、22mm っていうね、口径のシリーズですね。その中の 10x22mm っていうやつを今回ね、選んでます。それではね、今からこれを評価していきたいと思います。まずですが、瞳ですね。瞳はね、ご覧の通り、こうやってね、まっすぐ見るとね、瞳がね、レンズの中心からね、だいぶ離れてますね。これはね、光軸が合っていない双眼鏡ということです。光軸が合っていないっていうことは、本来ならね、発揮できる光学系の力というのが十分に発揮できずに、ぼやけて見えるっていう、そういった懸念があります。ちょっとね、光軸のズレはね、褒められない度合いですね。ですので、光軸がね、ずれてるんでね、やっぱりそれなりのね、ぼやっとした感じですね。ちなみにね、コーティングはモノコードです。裏側に青い光が見えてますので、それでもね、この価格でコーティングがされているっていうのはね、良心的ではありますが。それでもやっぱりね、光軸が合ってないのがすごい気になりますね。特に左側、こっち側。この個体に関してはね、左右あって、左側はね、特に光軸が合ってない。ほとんどね、焦点が合わないような光軸のズレとなっています。ちょっとそれががっかりな点ではあるんですが、双眼鏡なのでね、両目で見ればね、そうした悪さもちょっとごまかせます。ただね、片目で見ちゃうと、ちょっとね、ぼやっとします。というわけでね、申し訳ないけれど、あまり良い双眼鏡とは言えない双眼鏡だとは思います。ということでね、ちょっとね、これ以上レビューする、ちょっと、モチベーションがだいぶ下がってきてしまいましたが、どうしましょうね。実はね、これとよく似た製品 SV ボニーの双眼鏡がね、外観そっくりなものがあるんで、それもね、実は比較のために購入してます。こうしましょう。今回はこれでビデオは終わります。ただ次にね、その SV ボニーのよく似た双眼鏡を開封した時に、それとこれと比べてみます。どっちが優れているか、もしくはどっちともダメなのか、もしくはね、SV ボニーの双眼鏡がむっちゃくちゃいいのか。その結果によってはね、コスパがね、何がいいのかっていうのがね、分かりますからね。この手の双眼鏡ね、結構ね、安い双眼鏡多いんですけれどね、今までね、あまりそこまでいい双眼鏡には当たってないです。このね、逆ポロ型っていうんですけれど、このタイプの双眼鏡はね、本当にね、慎重に選ばないとね、変なものつかまされますのでね、ご注意ください。ということで短いですが、今回はこれで動画を終わります。ありがとうございました。